皆さん、こんにちは。Everyday Japanese by あやを聞いてくださってありがとうございます。今日は日本旅行で日本語を話すときにぜひ知っておいてほしい考え方についてお話ししたいと思います。とても便利な魔法の言葉や簡単に話すコツも紹介しますので、最後まで聞いてもらえると嬉しいです。では、まず知っておいてほしい考え方についてです。それは、日本語は完璧じゃなくても通じるということです。日本語を勉強している人の中には、文法が間違っていたらどうしよう、変な日本語だと思われたらどうしようと心配になる人がたくさんいます。でも安心してください。日本では正しい日本語よりも伝えようとする気持ちが大切にされます。日本はハイコンテクスト文化を持っていると言われています。これは言葉だけじゃなくて状況、行動、表情、空気などから相手の言いたいことを理解する文化です。だから日本語が少し変でも語順が間違っていても文法が完璧じゃなくても大体の意味は伝わります。例えばレストランでの話です。美味しいものを食べてそれを人に伝えたいとき、本当は美味しかったですというのが正しい日本語です。いい形容詞の過去形ですからね。でも、もし美味しいでしたと言ってしまっても、私たち日本人はちゃんとわかります。この人は料理が美味しかったと言いたいんだなと理解できます。日本人は外国の人が日本語を話そうとしているだけで嬉しく感じる人が多いです。完璧な日本語じゃないと嫌だという人はほとんどいません。日本語とは違う言葉を話す皆さんも同じ気持ちだと思います。とはいえ、なるべくその国の言葉を使いたいですよね。そんな時に使えるとても便利な言葉を2つご紹介します。それが、すみませんとお願いしますです。この2つは旅行中の最強コンビです。長い文を作れなくても名詞の後にお願いしますをつけるだけでコミュニケーションができます。例えば、コーヒーお願いします。これお願いします。お会計お願いします。などです。これだけで十分です。文が短くても文法が正しくなくてもちゃんと通じます。それからすみませんは人に声をかけたいとき、質問したいとき、謝りたいときなどいろいろな場面で使えます。
すみませんという一言があるだけで話しかけやすくなります。もし日本語が全然出てこなかったら、英語をゆっくり話すのもとてもいい方法です。日本語の中には英語の言葉もたくさんあります。例えば、テーブル、メニュー、ドリンク、コーヒー、数字や色などの簡単な英語ももちろん大丈夫です。日本語と英語を組み合わせて使っても大丈夫です。それはずるじゃありません。上手なコミュニケーションの方法だと思います。他にもよく使う言葉やフレーズをまとめた日本旅行のための優しい日本語ガイドを探していたら、概要欄にリンクを置いています。これまでお話ししたような簡単に話すための方法だったり、日本人による日本旅行でのおすすめの過ごし方や、お得にお買い物をするコツなども紹介しています。もしよければ一度チェックしてみてください。ちなみに私は日本語のレッスンで英語を話しますが、もちろん完璧ではありません。でもコミュニケーションができます。日本旅行で日本語を話すことをどうか怖がらないでください。私のように間違えてもいいです。文法が変でもいいです。発音が完璧じゃなくてもいいです。どうか日本での時間をリラックスして楽しんでくださいね。今回のエピソードはここまでです。最後まで聞いてくださりありがとうございました。話してほしいテーマがあれば、ぜひコメントをしてくださいね。では次のエピソードでお会いしましょう。またねー。